はい、こんばんは。松江と数学ですけども、いよいよ今日で20回目。私が考えていた数一への最後の回となりました。今まで長い間本当にありがとうございました。さあ、前回の正弦定理、余弦定理の基本を含めて、今日はその正弦定理、余弦定理をどう使い分けて辺や角を出していくかというお話をしたいと思います。よろしくお願いします。前回の復習ですけども、正弦定理とは二辺二角の関係。これが正弦定理でした。余弦定理は三辺一角の関係です。まずこのことを頭の中に置いて、この問題トライしてみましょう。二辺が分かってます。b が4、c が4ルート3。一つの角が分かってます。角 b が30度。その時に残りの辺、すなわちスモール a ですね。残りの角 A、角 C。これを求めましょうということです。前回やった問題よりも少し意地が悪い問題ですね。ですが、前回やった考え方で、私は、このような図式を書きましたね。A、B、C。そして、角 A、角 B、角 C。この中で分かってるやつ。B と C が分かってます。角 B が分かってます。丸をつけましょう。そうすると、次に皆さんがどこの角やどこの辺を求めにかかりたいか。そこを3角つけたいと思います。さあ、皆さんどうつけますか？ちょっと時間取ります。よろしいでしょうか？まず一つ目ということはいくつかあるんですよ。スモール a を求めたいなと思った人。いいですね。3辺と一つの角の関係になりました。3辺一角ですので、余弦定理を使うことによって A を出すことができます。実際解いてみましょう。いくつかありますから、もう回答1と書きます。余弦定理で、この時ですね、A を出したいからということで、A 事乗イコールの形で言っちゃいますと、点コサイン A となります。コサイン A、今回角 A は分かってませんので、この形は使えません。そうしますと、コサイン B が分かってますので、B 事乗イコールですね。A 事乗プラス C 事乗。マイナスの 2AC コサイン B。こうなります。当てみましょう。B 乗16。C 乗ですね。これは A 乗が求まりますね。で、そして C 乗が48。マイナスの 2×C ですね。8ルート 3A。コサイン30度は2分のルート3です。整理してみましょう。A 事乗マイナスの 12A プラスの32イコール0となります。因数分ができますね。A-4、A-8 ということで A イコール4と8と出てきました。A イコール4の時はあれ B と同じ長さになりましたね。ですからもうここからの考え方はいくつかありますけども、シンプルにやっちゃいましょう。A イコール B より二等辺三角形になります。ということは、角 C、失礼しました。角 A ですね。角 A が30度となります。そうすると、もう残りは角 C ですので、180度から残り30度と30度ですね。引きますと、120度と、このように求まっていきます。よろしいでしょうか。じゃあ、A が8の場合、こ
この時はよく見てみると、8、4ルート3、4ですので、A 対 B 対 C が、ちょうどこれ4で約分されますね。2対1対ルート3。つまり、有名な1対2対ルート3の直角三角形になります。よって、A が一番長いですね。角 A が90度。B が一番短くて30度。その次が C になりますので、C が60度と。この A が4とか8、求まった後の残りの角の出し方については、先ほど言いましたように、いくつかの発想ありますので、そこは皆さんあまり抵抗を感じずにやってください。さて、本論にまた戻ってきますよ。もう一つ考え方をお示ししましょう。色変えたいと思いますが、もしこの求めたい三角がちょっと待ってよと。BCB とくれば、C に三角をつけることによって、ここが二辺二角の関係になりますね。となると、実はスタートの段階で、これ正弦定理を使うという見方もあります。やっちゃいましょう。正弦定理より、B と C ですから、復習も兼ねてちょっと書きましょうかね。サイン B 分の B イコール、サイン C 分の C です。当てはめてみましょう。サイン B、サイン30度。ところがこれも前回ありましたように、この形でいくよりも、分母を払った形の方が計算しやすいということを言いましたね。クロスにしちゃいます。B サイン C イコール C サイン B です。ということで B が4ですね。4サイン C イコール C が4ルート3です。で、サイン30度2分の1です。よろしいでしょうか。ということで、これ4が消えますので、サイン C が2分のルート3となりますね。さあ、2分のルート3になるのは、角 C が何度だったでしょうか。今回まず30度はもう決まっちゃってますから、最大150度までです。ですが、答えは、2つ出てきますね。もうさっきの回答時で2つあるからもう見えちゃってますね。はい。C イコール60度と120度と。ね。この2つが求まることになります。あとは回答時と同じように、ちょっと肩の力抜いて気楽にやってみましょう。1番目。はい。C イコール60度の時。ということはもう30と60ですから、もう A は90度と。そうですね。したがって、1対2対ルート3の直角三角形。ということで、A が8ですね。というふうに求まります。はい。2番目。C が120度の時。これは今度は A は30度なんですね。ということは、A イコール B ですから、スモール a とスモール b が等しくなって4と、このように求まっていきます。よろしいでしょうか。ポイントになるのは、まずスタートをどこ決めるか。これは実は問題によっては皆さんの自由なんですね。ですが、判断をどのように見分けていくのか。求めたいところを、例えばスモール n すると3辺一角だ。だから余弦定理を使おう。いやいや、角 C を求めよう。二辺二角だ。その時には正弦定理を使おう。このようなジャッジをしながら、三角比の問題に挑戦してみてください。では今日はこれで終わりましょう。
ありがとうございました。